日本史大江広元と三好康信。鎌倉幕府が内紛を繰り返しながらも空中分解せずに済んだのは、大江広元と三好康信という優れた二人の文官がいたからだと言われている。大江広元と三好康信の活躍を詳しく見ていこう。大江広元は朝廷の公文書作成や公務記録を担当した京都の下級官僚であった。兄の中原親義が源頼朝に仕えていたため、1184年元暦元年に鎌倉に下向して頼朝の家臣となった。一方の三好康信は京都で太政官の書記官役を務める下級貴族の家に生まれている。母が源頼朝の乳母の妹であった縁で、頼朝が伊勢へ配流されている間、10日に一度は都の情勢を伝えていたという。1180年治承4年、以仁王が平家追討の令旨を下したという情報を真っ先に伝えたのも康信であった。康信は広元と同じ1184年元暦元年、頼朝に鎌倉へ呼び寄せられると、出家して名前を康信と変えて幕府に仕えるほど律儀な人物であった。大江広元は鎌倉幕府の実務一般を司る機関、公文書の別当に就任。頼朝に守護と地頭の設置を提案したのは広元だと言われている。1191年建久2年、頼朝が公文書改め政所を設置すると、広元は初代別当に任じられている。その間、康信は幕府の裁判機関である問注所の長官を務め、幕府の裁判制度の整備を進めた。これらの功績によって広元と康信の二人は、頼朝の死後、将軍頼家を支えるいわゆる鎌倉殿の13人のうちの4人の文官の中のメンバーにも選ばれている。文官たちの役目は、頼朝亡き後に御家人たちが権力闘争を繰り広げる中、中立的な立場にあって鎌倉幕府を維持し運営していくことであった。そのため北条時政が比企能員暗殺の計画を大江広元に事前に打ち明けた時も、広元は協力はしなかったが秘密にしている。京都では下級官僚であった広元と康信だが、文官の不足する鎌倉では重用された。都の長所も短所も知り抜いた二人は、世の中が貴族から実力主義の武士の世の中に移り変わることを見抜いていた。そのため広元と康信は、内紛が続き将軍が頼家から実朝に代わっても忠実に仕えて適切な対朝廷工作を北条時政や義時にアドバイスしている。実朝が興行に暗殺され、朝廷と幕府の仲が険悪となり、後鳥羽上皇が北条義時追討の院宣を下すと、承久の乱が勃発する。老齢のために第一線を退いていた二人だが、幕府の方針を決定する重要な会議には老体に鞭を打って駆けつけている。会議では、朝廷に歯向かうことを恐れた御家人たちの箱根と足柄の関所を守り固めるという意見が大勢を占めていた。
大江広元は長年の激務からこの時すでに視力を失っていたという。しかしその広元が命を振り絞るような大声で、勝負は先手必勝、京都を攻める以外に我々に生き残る道はないと訴えた。横に控えていた三好康信も、文官で戦のことは知らないが都のことは知り尽くしている。皆は官軍を恐れ逆進になることを忌避しているが、古来より官軍とは勝った者のことを言うのであると訴えた。そして幕府軍が勝利すれば必ず院宣は取り消される。故に総大将の泰時一人でも直ちに出陣すべきであると叱咤激励した。この後北条政子が有名な演説を行ったと言われているが、実は足立景盛が政子の書いた文章を代読したという。これらの言葉に奮い立った総大将北条泰時がたった数騎ですぐに都へ出陣。その後には数万の大軍が続き、幕府軍は朝廷軍に大勝利している。三好康信は亡くなる2日前まで門中所執事として仕事をこなしたが、承久の乱の勝利のわずか1ヶ月後に81歳で逝去した。広元は北条義時が逝去した後に伊賀の乱で幕府が混乱したが、尼将軍と呼ばれた北条政子を支えて沈静化させている。大江広元は1225年嘉禄元年7月、政子に先立つこと1ヶ月、78歳で亡くなった。大江広元と三好康信はどちらも京都の下級官僚の出身で、自らの軍事力を持っていなかったことが幸いして、北条氏からも警戒されずに長年幕府の要職を務めることができたのである。